ようこそ北海道へ。代表をやらせてもらっておりますスメラギジュウコです。特務機関イザヨイから参りました同盟ガーフィールドと。同じくサファイアカラスです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。彼らも同席しても。もちろんです。黒の騎士団北海道支部の基地司令の黒戸健生です。こっちは副司令の諸部勲です。彼らは長く北海道を守ってくれていますから、今回もきっと力になれると思います。ありがとうございます。では早速なのですが、概要はかぐやから聞いています。何でも子供たちがさらわれたとか。そして主犯格とされるパイドパイパーなる男がフレイヤを所有している可能性が高いと。しかしどうして北海道なんでしょうね。観光にはうってつけですが、そういうわけじゃないでしょうし。どうして北海道なのかは我々もまだ把握できておりません。ただフェリーの運航会社に確認を取ったところ、子供たちが北海道に入ったのは確かです。そうですか。では急いで捜索を始めた方がいいですね。諸部、お二人を案内する人間を。はい、すでに吉見を待機させています。ご協力感謝いたします。失礼します。お客様にお茶を。あら、もしかしてお話はもう済んでしまいましたか？お、昨夜お茶を用意してくれたのか。紹介させてください。こちらは娘の昨夜です。スメラギ昨夜と申します。そして桃園の子でさくらと言います。春柳の宮さくらです。おお、失礼ながら双子と見間違うぐらいそっくりですな。そうでしょう。二人とも私の娘と言っても過言ではありません。そんなもったいない。遠慮しなくていいのよ、さくら。私たちは家族同然の親友だもの。それにお父様の度量は底がないくらい深いんだから、遠慮する方が無礼というものよ。エージェントペンデュラムのお二人。はい。この子たちは私にとってかけがえのない宝です。同様に子供たちは大人にとっての宝ですから、さらわれた子供たちを必ず見つけ出しましょう。ええ、必ず。もうすぐ着いちゃうね。そうだね。もうすぐ病院に。そうなの？病院に？どうして病院に行くんだ？俺は学校に行かなきゃいけないはずなのに、どうして北海道なんだ？フライデー、おかしいよ。僕たちは病院に行く必要なんて。やっぱりこれぐらいの年齢のやつは危機が安定しねえな。君は？それよりもパイドパイパーの。そうだったね。早く病院に行かなきゃ。ひとまず情報の集まる札幌基地に向かっていますが、よろしいでしょうか？はい、お願いします吉見さん。それにしてもやはり札幌は独特の雰囲気の街ですね。道外からいらっしゃった人は皆さんそうおっしゃいます。どういう意味だ？私にはよくわからないが。ほら、札幌って大きな街なのに疎開化されていないでしょ。そういえば、もともと世界で有数の桜大都産出国だった日本は、常に諸外国から侵略の隙を伺われていたんです。当然当時のブリタニアもその一つでした。永世中立国の立場を取っていたものの、いつ侵攻されるかわからない。そこで時の首相桐原健人が有事に備えて北海道の要塞化計画を進めました。その方法の一つがシュトゥンペの壁です。シュトゥンペの壁？はい。
あそこにタワーが見えると思います。あのタワーは北海道を囲むように設置されていまして、有事の際に輻射型エネルギー障壁を発生させます。それがシュトゥンペの壁です。首都東京が攻められた際、富士山以外に桜大都の埋蔵量の多い北海道を隔離できるようにと考えられたものでした。まあ実際に技術として完成したのは公暦でいう2017年以降、ブリタニアに侵攻された後だったんですけどね。しかし先ほど疎開化されていないと。はい、それはスメラギ15様とその奥様であられるシェリー様のおかげなのです。シェリー様。そうか、幻の第一皇女と呼ばれるシェリーメ・ブリタニア様か。そうです。シェリー様は開戦より以前にスメラギ家の嫡男であるスメラギ15様と結婚し、北海道に移り住まわれていました。いくら皇位を返還しているとはいえ、元皇族の住まう北海道で強行に出るわけにはいかなかったんでしょうね。おそらくお二人のおかげでブリタニア占領時期でも北海道では日本人の自由が認められていたんです。なるほど。では先ほどお会いした咲夜城はスメラギ家とブリタニア皇家両方の血を継がれている方なのか。そうですね。世が世ならお姫様ですよ、咲夜さん。北海道が疎開化されていないのに比較的ブリタニア人が多くても不自然に感じないのは15様や咲夜さんのおかげかもしれませんね。北海道に来てブリタニア人をよく見かけるのはそういった背景があったからか。不自然。どうした？そういえば子供たちが10人以上で行動していたら不自然ですよね。確かにな。フェリーの乗船員も多少不自然だと感じていたから記憶に残っていたのだろう。ですが今のところそういった目撃情報は入っていません。ということは不自然に見えない状況にあるということになる。観光にはうってつけですが、そういうわけじゃないでしょうし。観光バスなら子供たちが10人以上で行動していても不自然じゃない。よしみさん、イレギュラーなバスの運行がないか調べられますか？やってみます。ここでもなかったな。本当に札幌市内の病院にいるのか？この北海道にパイドパイパーがいるとしたら確実にな。分かったよ。お前の読みを信じるとしよう。